はい、キリオです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はまず最初に皆様にご報告。この度、チャンネル登録者数が10万人を突破しました。ありがとうございます。YouTube さんから記念の銀を盾をいただきました。これからもですね、皆様のお役に立てるような動画を、お送りできたらと思いますので、応援よろしくお願いします。それでですね、今日はまず10万人突破第1弾ということで、何がいいかなと思ったんですけれども、今日はみんな大好きモカポット、美味しい入れ方の方をご紹介させていただけたらと思います。モカポット、マキネッタなんて呼んだりもしますけどね、エスプレッソほどじゃないですけど、濃厚なコーヒーを手軽に入れられるんで、おじさんもかなり大好きです。またデザインですよね。見てくださいよ。かわいいじゃないですか。モカポットっていうと、ビアレッティが有名なんですけど、おじさんが使っているのはイタリアのメーカーの E&B ラボというところのですね、クラシックモカポットクラシック、このブラックのモカポットがかっこいいなと一目惚れしてですね、 E&B ラボさんに紹介させてくれとお願いして送ってもらったモカポットです。かっこいいでしょ。最初にね、モカポットの基本的な構造をおさらいしておきましょう。モカポットは大抵3つのパーツに分かれています。まず、よいしょ。して、まず一番下がお湯をためるタンク部分。ここに安全バルブがついてます。規定以上の圧力がかかると中のバルブが開いて、圧力を逃がすようになってます。その次がフィルターバスケット、粉を詰める部分ですね。この部分に粉を詰めます。で、最後が一番トップの部分、下から圧力で抽出されたコーヒーがたまる部分です。この底にね、フィルターがついてます。それでこのフィルターバスケットにどれだけの粉を詰めればいいのかっていうのを簡単に調べる方法がありまして、この安全バルブのちょうど真下の位置までお湯を注ぐんですけれど、その注いだお湯の量の10分の1の量が適切な粉の量です。ちょっとやってみますね。今水を注ぎますけど、例えばこうやって注ぎます。安全バルブの下まで来たら止めるとだいたい 160g なので、それの10分の1だと、このモカポットの適正な粉の量は 16g っていうことになります。皆さんもお持ちのモカポット、一回水でですね測ってみて、粉量、適正な量どれぐらいなのかっていうのを調べてみてください。コーヒー豆を 16g、微妙だな、16g。そしたら次はですね、グラインダーでコーヒーの、豆をひいていきます。引き目流度なんですけど、おじさん、今回コマダンテの C40 で引くんですけど、だいたいレッドクリックスで30ぐらい。スタンダードモデルだとだいたい15クリックが多いですかね。余談なんですけど、コマンダンテの C60 と40の比較動画撮った時にですね、普段使い慣れない英語で C60 とか C40 とか言ってたんですけど、言いづらいんで、おじさん車も好きなんでですね、車の形式言うようにゼロは丸で表現することにしました。言うことにしました。うちのチャンネルはもうゼロは丸でいきます。
から C40 は C40、C60 は C60 で呼ばせていただきます。今軽くスプレーしましたけど、たまにこのスプレーしてるの何ですかって言われるんですけど、これ RDT って呼ばれてるテクニックで、コーヒー豆にですね、ごく少量の水分を噴霧すると、水の電子分子の関係で静電気の発生を抑制できるんですよ。これはやってもやらなくてもっていう感じなんですけど、僕は個人的にやってます。これを入れて引いていきましょう。結構ね、疲れますけど、ました。見えるな。こんな感じ。これぐらいの細切りですね。で、RDT をすると、すごくグラインダーが綺麗です。微粉もつかないので。おすすめです。いやいや、ごめんなさいね。なんかおじさん緊張してるみたいで、さっきからすごい喉が渇くんですよ。じゃあ次は、このフィルターバスケットに今引いたコーヒー粉入れていくんですけど、見ての通りすごい安定性悪いんですよね。このままこうやって入れられなくはないけど、楽にするんだったら何かこれを安定させるもの、例えばこういうおじさんはフレアプロ2についてきたやつを使うんですけど、これに乗っけて置いたりします。結構楽なんですよね。何か皆さんも置いて安定して粉を入れられるようなものを準備した方がいいかと思います。それともう一つ、このまま粉を入れるのもなかなか大変なので、たまたま家にあったエスプレッソ用のドーシングリングですかね。こんなの家にある人はあまりいないかもしれないですけど、53ミリのやつがおじさんの持ってるやつにぴったり合うんで、もし家にね、自分の使ってるモカポットと口径が似たようなこういうドーシングリングがある方いたら、ぜひ。じゃあ粉を入れます。粉を入れて、この WDT ツールっていうハリハリがあるんですけれど、これで軽く粉の塊をほぐして慣らしてあげると、抽出の偏りがないので美味しく抽出できます。するとね、こういうふうにきれいに均等に粉が入ります。で、これエスプレッソと違うので圧縮する必要はありません。もう粉はこのままで結構です。圧縮するとね、かえってダメになっちゃうので。じゃあ次は、いよいよお湯を入れていきましょう。お湯を注ぐ前に準備してもらいたいものがいくつかあったので、まず最初になんか耐熱の手袋みたいなグローブ、これお湯を注いだやつを持つのでやけどしないように何か、タオルでも何でもいいですけどね。あともう一つは、水で湿らせたタオルで、これは、抽出が終わった後にタンクをこのタオルで冷やして抽出をストップさせるために使います。あともし家にエアロプレスがある方がいたら、エアロプレス用のフィルター、これを準備しててもらえばと思います。まずエアロプレスのペーパーフィルターを軽く湯通し、そしたらこの裏面に貼り付けます。
これでね、細かい微粉なんかをカットして、口当たり、かっこいいというか、マウスフィールが良くなります。マウスフィールっていうとさ、なんかかっこつけみたいでさ、言いたくなっちゃうんですけどね。で、お湯を入れていきます。安全バルブの真下までお湯を注ぎます。こんな感じ。入れすぎると漏れちゃうんで。そしたら、よいしょ、粉のフィルターバスケットをつけて、押さえて、上部タンクをよいしょよいしょ回してつけていきます。本当お湯を注ぐんで、やけどだけ気をつけてください。あとしっかり締めないと圧力が逃げてくるんで、はい、完成です。そしたらいよいよコンロにかけていきます。でコンロにかけるときですね、こういうヒートプレートか、あと五徳を使って、かけるようにしてください。私は9バリスタについてきたヒートプレートを使ってるんですけども、その五徳なりヒートプレートの中央に置いたら、火をつけますね。火をつけるとき、この底面から火が外に出ないぐらいの、火力でお願いします。じゃあつけます。で、今火をつけました。はい、ここで火をつけてからの手順を説明します。内部が沸騰して蒸気が出てくると、ここから抽出が始まります。抽出が始まったらポイントの一つとして、抽出が始まったところで火を止める。すると中の圧力でどんどん抽出が出てくるので、火を止めても大丈夫です。で最後に抽出の終わりの方で泡がパチパチと暴れ出す。でその暴れ出した泡はえぐみの原因になるので、泡が暴れ出したところで先ほど用意してもらったこの濡れたタオルで下を冷やして、それ以上の抽出を止めるっていうような流れになります。今来たんで火を止めます。で火を止めました。でも今火を止めててもこのように抽出がずーっといっています。でだんだんこうやって暴れ出したら、もうここで冷やして余分な抽出は止めるようにしてください。でモカコーヒーができました。はい、完成です。どうでしょう。はい、いい香り。濃厚なモカコーヒー美味しいですね。以上が美味しいモカコーヒーのモカポットの美味しいコーヒーの入れ方でした。何か質問等ありましたらですね、コメント欄にお気軽にお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。